どうもこんにちは、赤ちゃんです。今日はこのカーキ色のウルブローブのコバから積み上げをやっていきます。現在こんな感じですね。前回の動画では出し縫い、ソールの手縫いをやりました。でコバの仕上げというのは、このコバ、今結構グニャグニャしてますね。ソールを貼り付けた時にはみ出している部分をカットしたぐらいなのでグニャグニャしてますし、上から見た時のラインもまだまだ決まってないので、これを調整していったりとか、このウエストの部分ですね、絞り込むベベルドウエストというのは手製ならではの技法をやっていきます。まずはここ縫ってありますが、この縫い目をこういう風にして隠します。そしたらこの起こしておいた皮に水をつけて柔らかくして戻します。次はこのウエスト部分、ベベルドウエストをやっていきますが、ベベルドウエストっていうのは、ベベルドって面取りされたみたいな意味ですけど、こっちが普通のコバだとすると、こっちが面取りされたかちょっと斜めになってるみたいな意味合いですね。実際のベベルドウエストは斜めにしたり斜めにしなかったりするんですけど、斜めにするかどうかというよりは、ここの縫い目を隠すっていうのが、ベベルドウエストの主な意味合いですね。この奥出し縫いの時にね縫ってましたけど、もう縫い目は見えないですね。この時点で見えないんですけど、このコバのこの部分少しこう押すと動きますよね。これソールの端っこですけど、この端っこをグッとこの隙間に押し込むんですね。今これ隙間ちょっと空いてます。こう入れてみるとこう隙間が空いてますね。この隙間を埋めるようにこう押し込む。そうすると、そもそも奥まっていても縫い目は見えないのに、さらにここの上にソールがかぶさってくるので、もう全く見えなくなります。内側ですね。もう内側も全然見えないんですけど、ここもう少し押し込んでいきます。そうすると糸が見えなくなるのと同時に、アッパーからソールのこのつなぎ目、段差というか隙間がなくなりますね。密着します。さらに少し中に押し込むので、このウエスト部分が若干今よりも細く見えると思います。若干ですけどね。そんな作業ですが、水をつけて押し込みます。はい、こんな感じでソールをアッパーに食いつかせました。わかりますかね。さっきはここにこれが入りましたけども、入んないですね。アッパーにぴったりくっついてます。次はこのコバの幅を調整していきます。これウェルトを縫い付けた後にウェルトだけで調整をしてたんですけど、あれは簡易的なので、縫い終えた後にコバの幅を適正に調節していきます。でですね、クブとハンドの違いっていう動画を出してるんですけど、そこで解説しているコバの形のこのラインの部分ですね、割とハンドメイドで作るとこのコバのライン取りがこの靴全体に
合わせたものになるというか、靴の全体のフォルムを見ながら調整していくというのがありまして、このつま先に丸みがありますね。でそのサイド、ここ直線的にするっていうのを意識しています。木型もそもそもそういう風になってますし、なのでもう今この時点で割と普通の靴よりはここ直線感があるんですけど、気持ちもうちょっと多分ね、完成というかコバを整えて的に直線感を出していきます。このベルト面はウィールをかけます。ウィール出し縫いをするときには先に使ったこの目印用のウィールですね。出し縫いする前は目印のためでしたけど、縫った後はこの縫い目を潰すためですね。縫い目に合わせてこの縫い目とベルトをこのウィールの三角形の形に合わせて押し潰していきます。そうすることによって糸が、ね、潰れるんですね。でベルトも同じように潰れるんで、このベルトと糸が一体化する。縫ってはいるんだけど糸なのかベルトなのかもうわからないみたいな、それが美しいとされてますね。これ作風にもよったりするんですけど、僕はこの糸とベルトが一体化している造形っていうのはすごく好きですね。で安いっていうのはこれ平たい直線なので、この直線を使ってこのコバのメリハリを作りますね。全体をなりでかけないですね。直線は直線でかける、カーブのところはカーブでかける。でこの上から見たコバの出幅とか形状、このアッパーのこの木型のラインとのこの関わり合いというか位置関係ですかねのも見ながら削ります。靴作りやってる方がこれ見てくれてると思うんですけど、結構コバは素人っぽいかプロっぽいかってかなり出ますんで、コバをねよく観察するとすごくね靴の仕上がりが変わると思いますね。数値で言ったら1ミリ以下のレベルだったりもしますけど、本当にこの靴の世界で言うと、靴のこの小さいこの靴の世界の中で言うと1ミリ弱違うだけでも相当変わってきます。こんな感じである程度コバの出幅整えたら、次は紙やすり。水をつけてこのヤスリで一方向にこすっていくと繊維が同方向に寝かしつけられていって締まります。皮の紐をケバケバしてたのが寝て、こういうふうに色が茶色くなります。そしてこれね、踏まず用の固定ですね。これ全然今熱くないです。これを水で濡らしたコバに押し付けて、さっきのウィールとやってることは結局一緒ですね。皮は水で濡らした状態で造形するとその状態で固まるんで、こういうふうに水で濡らしたコバをコテを押し当てて、コテの形状にこう造形します。これでコバの仕上げができました。このコバゴテをこう押し当てたことによって皮表面が磨かれて少し光沢感ができます。次はこの前に今回ハーフラバー貼るんで、これハーフラバーです。ここのボールジョイントのところを円弧状にカットしてあります。これに合わせてソールの方にも線を引いてあるんで、このラインで切っていきます。
この線のところに溝を入れました。溝というか切りました。そこを包丁で切って段差にします。はい、こんな感じで段差を作りました。ここちょっとだけ段差になってます。この段差にハーフラワーがこうぴったりはまるということですね。で、この前方部分は、やすります。こんな感じで接着面を作りましたら、糊を塗ります。ハーフラバーを貼ります。このウエストの部分ぴったり合わせて、こんな感じですね。で、さらにつま先にはスチールをつけます。これ市販のスチールです。自分の靴を作るときに、ハーフラバーつけるときはスチールもつけちゃうことが多いですね。なぜかというと、僕の場合結構ハーフラバーのつま先を引っ掛けちゃうことが多くて、そうするとハーフラバーのつま先、接着でついてるんですけど、つま先でガンと衝撃加えると剥がれやすいんで、そこをスチールに交換しておけば剥がれることはない。その代わりスチールでね、同じようにこうつま先ガンとやっちゃうと、すごいガツンと大きな音を立ててつまずく感じにはなるんですけど、あれはあれで嫌なんですけどね。で、このハーフラバーをスチールつける部分だけ剥がします。ちなみに糊はね、ほとんど塗ってなかったです。ここは後で剥がすように。これスチールです。で、これがスチール用のネジですね。これスチールはもうこういう形してて、穴があらかじめ開いてます。で、大きさ何種類かあるんですけど、今回のこの靴に合う大きさのものを選んで使います。こういう形で売ってるんで、だいたい大きさ合うのを選ぶんですけど、ぴったりではないです。完全にぴったりではないです。ちょっとはみ出します。はみ出した部分を削って使います。このネジとこのスチール、これがですね、微妙に合わないんですよ。真ん中に今これネジ入れてますけど、若干飛び出る。別にいいんですけど、より収まりを良くするために、ちょっと穴を、このね、皿の穴になってます。こうくぼみがあるんですけど、ここを大きくします。こんな感じですね。今ここだけ大きくなってます。そうするとこういう風にネジがぴったり収まりますね。ここまだ穴を削ってないところ、ここ削りました。わかりますかね。こっちの方が若干ネジが沈んだ位置にいます。そしてここに合わせてネジの下穴を開けて止めます。ここまでやりまして、この鉄がこれ手で削るのがちょっとしんどいので、機械を使って削っていきます。で、今度こっちにコバを削るためだけの小さいペーパーがついてます。これで最終的にハーフラバーと
スチールまとめて軽くこうね、触る程度に削って仕上げます。というのも、もともとこれ仕上げてた革の方のコバですね。これあまりちゃんと手で仕上げたんで削りたくないので、そっち触れないように、今後からつけたこのラバーとスチールだけを削ります。はい、これで機械で削った後です。ぴったり形が合ってますね。で、このレザーソードのところ見ると、ここちょっと白くなってますね。これ、このハーフラバーとかスチールを削るときにわずかにかすった跡です。段差になってるとかじゃないんですけど、わずかにかすった跡なので、最後にこれをなじませるので、ペーパーでやすってなじませます。はい、ということで小刃仕上げできました。意外とこのハーフソールとかスチールつけるのね、こうしっかりやったの初めてかもしれないですね。小刃はこんな感じですね。このフルハンドメイドの小刃って結構攻められるんですね。手でこう作業していきますし、出し縫いもかなりアッパーギリギリを縫っていくことができるので、小刃の幅を狭くすることができるのも、メリットの一つです。こうやって上から見ると全く見えないわけじゃないんですけど、あんまりこう小刃見えるんですね。あんまり見えなすぎても形成法みたいになるんで、この張り出しを抑えたドレッシーな感じにすることができるっていうのが良さですかね。ということで、次回は積み上げ、かかとに革を積み上げてヒールを作っていきたいと思います。それではまた。